今回は Amazon で購入したネイル用のルーターを使ってヘッドを加工していこうと思います。このルーターはフォロワーさんの使っているルーターを参考に購入したんですけども、価格は結構安いですね。これの購入の決め手がですね、スイッチが正回転と逆回転っていうのがあって、これがですね、ちょっと購入の決め手です。私のルーターは正回転しかなくて、逆回転したい時があるんですけど、その時に重宝化するかなと思って買いました。で、付属品はこんな感じで、ダイヤモンドのビットがこんな感じで入ってて、これはマンドレイルって言って、このヤスリをですね、パコッとはめて、紙ヤスリにできるみたいな、そういうものですね。目が粗いので、ダイヤモンドヤスリよりガリガリ削れるってやつです。あと使わないんですけど、この砥石タイプとパフタイプが入ってるんですけど、これは私使わないです。削っていくヘッドは前回ペンサンダーで削ったヘッドですね。ここら辺結構汚いので、ここら辺をきれいにしていくっていうのと、フリーレンみたいなアニメっぽいのっぺらした顔にしたいので、ここら辺とかですね、ちょっとここら辺を削っていこうかなと思います。ではどんな感じか早速削っていこうと思うんですけども、削りカスが出るので、これ私が自作した集塵機なんですけども、これを下に置いてですね、削っていこうと思います。これの作り方は概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら見てください。無段階で回転スピードを変えられるダイヤルがついているので、今日マックスでですね、削っていきます。普段使っているルーターがちょっと高いものなので、こういう安いものと高いものの違いみたいなのも比べていこうと思います。回転スピードがマックスだと削りすぎちゃうので、半分ぐらいにしました。こういうところはペンサンダーではちょっと削りにくいので、ペンサンダーの先が平たくないものとか、私はこっちのルーターの方が好きなんですけど、これでこう削って撫でてあげて平らにしていくっていうのをよくやってます。このビットの先が小さいので、削るとですね、削ったところがちょっと段々になっちゃうんですよね。これはビットが小さいから原因なんですけど、これが嫌なので、私は大きめのビットをいつも使ってます。今回はこのルーターだけで、どこまでできるかっていうのを見たいので、ちょっとそれは試します。で、前回の動画をご覧になっていただけるとわかるんですけど、ここら辺のですね、ちょっと削れてないところがあるんで、そこを今ですね、なだらかにしてる感じですね。で、これは Amazon で私が買った時はちょいとセールをやってたんで、2000円ぐらいで買いました。で USB のタイプなんですけど、一応テストでですね、試して削ってはいるんですけど、ぶっちゃけこれで十分な感じがしました。ちょっと鼻を削っていきましょうか。アニメキャラって横から見ると鼻高いんですけど、正面から見ると意外と鼻高ってないんですよね。低い方がなんか見栄えがいいというか、そのキャラっぽくなるっていう感じの気がするので、いつも少しだけ削ってるんですけど、あんまり削るとちょっとまた盛り直すのはめんどくさいんで、あんまり削りすぎもしないから中途半端なんですよね、私のキャラドは。ナイフでやる人が多いと思うんですけど、やっぱりナイフでやると、この削ったところの出っ込み引っ込みっていうのができちゃうので、後で削るときに平たくするのが大変なんで、だいたいルーターでやっちゃいますね。このルーターは正回転と逆回転っていうのができるんですけども、例えばこういう鼻ですね。こういう鼻、今こっち回転に回転してるんですけど、こっちをやるときはこうなんで、なんて言うんでしょう。左と右で回転の方向が違うので、回転の方向が違うと、波の立ち方とかが変わるんで、この時にですね、逆回転にして、こうだったじゃないですか。だからこういう風に同じ回転にしてあげると、同じ結果になるんで、これがですね、正逆回転のいいところですね。そんなに変わんないのかもしれないんですけど、うちはいつも同じ回転方向になったらなって思ったんで、このですね、ルーターを買ったんですね。で、これはネイル用なので、多分お客様にゴミが飛んでってしまわないように、この回転方向が決められるんじゃないかなって
思ってるんですけど、全然関係ないかもしれないですが、この唇もですね、ちょっと出っ張ってるので、ここもですね、削っていきます。で、鼻の下も削って、少しですね、鼻の位置を上にします。アニメキャラって結構鼻の位置上なんですよね。でも DD って結構下なんで、アニメキャラにするとバランスがいまいち合ってないみたいなところも、回転を合わせて歩くと、切り替えるのめんどくさいんですけど、こういうとこですね。ほんといいですね、これ。はい、とりあえず鼻はいいかなと。あと、顔の三面図を見てみると、もう少し顎をシャープにして、顎はこの出っ張りをちょっと取っちゃいます。とりあえず顎はこんな感じでいいですね。ここが少し膨らんでるので、ここの膨らみも取ってみようと思います。口周りもとりあえずこれでいいかなと思います。あともう少し削りたいところは、そんなになさそうなんで、こういうところとか、こういう部分ですね。まだ、削ってますねっていう雰囲気が残ってるので、ここをきれいにしていきますね。こういう部分を削るときっていうのは、こう、丸型の方がいいんですね。こう、くぼみがぴったりはまるんで。いつもは丸を使ってるんですけど、これには丸はついてないので、これでこのままですね、やっていきますね。ちょうどこの部分を使って、この丸いところをなだらかにしていく感じですね。あんまり解説なかったんですけど、こんな感じです。上まぶたがかなりなくなってますよね。あと、ここのおでこのこの出っ張りもかなり見えなくなってると思います。あと、ほっぺた周りですか。なんか左と右でちょっと違うような気もしなくはないんですけど、あと顎、ここの出っ張りをなくしてストレートにしたっていうのと、少し口を削りました。鼻ですね。鼻の穴のところを上にしたっていう感じです。これは私が使っているルーターのビットなんですけども、これなんだっけ、ジルコエボ。私のお気に入りなんですけど、これはですね、この軸がちょっと太いかな。でも入ります。はい。で、使えます。ちょっと抜くのきついですね。あと他のこのルーターのビットも使えるんですけど、この長さがちょっと違うのでですね、長いんですよ。なので入らないんですけど、使えますね。ちょっとやりにくいぐらい。はい。それと最近購入したチョコバータンデクスクバーってやつですね。あれ、肝心なのがないんですけど、まあいいや。これもちょっと長いのかな。長いですけど、ちゃんと入りますね。回って削れるので、このルーターのビットの K っていうのが 2.35 なんですけど、それだったらまず問題ないじゃないかなと思います。気になる点っていうのは、ちょっとこれ振動するんですよ。ブル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 って。振動するので、長時間やるとこの指がですね、ジンジンする。足が痺れたような感じですね。それがするぐらいでしょうか。あとは USB 供給なんで、どこでも手軽にできるっていうところですね。もし高いルーターをちょっと買うのを躊躇してるっていうことであれば、こういう2000円のネイル用のルーター。ルーターというかこれは正式名称で言うと、ネイルハンドドリルっていう名称なんですけど、ドリルとか、あと2、3000円のルーターも売ってるのでですね、そういったものでも十分削れると思います。あとは先ほど言ったように、このビットの問題ですね。こちら、ジルコエボ。あとこういう丸いやつ。あとこういう大きいやつ。あとこういう切るやつですね。こういったものがあると結構便利に削れるんじゃないかと思います。はい。ということで、このルーターの動画はこれで終了です。次からは久々に側尾盛りをして、いくつかですね、マシュマロでも、側尾盛りきれいにできないんですよとか、あと黒くなっちゃうんですよとか、
あったので、そういったところを解説しながらですね、ソープメモリやっていこうと思いますので、またご期待いただければと思います。いつも動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございます。次の動画でお会いいたしましょう。では、またね。バイバーイ。